おはようございます。画家の小木曽です。ちょっと今日変な場所からお届けしております。ちょっと音声とかが聞きにくいかどうかわかりませんが、申し訳ございません。初めて送ってみたいという方、遠慮なく送ってきてください。全然気にしませんので、それなりに優しく言ってほしいっていうんだったら、優しく言ってくれとか、書いてくれたら助かります。ここをクリックして、この動画を必ず見てください。で、最後に、メールの最後に、画材とサイズであるとかっていうのを少し書いていただけると助かります。その画材に対してどういうふうに書いたらいいかっていうことを、私の方からご提案いたしますので、よろしくお願いいたします。では、行こうと思います。第61回鬼好評を始めたいと思います。まずは、こちらの作品です。でですね、金曜日の夜8時から、土曜日の12時までで、お願いいたします。で、早く送ってきたからといって、早く載せるというわけではありませんので、ちょっとそこのとこだけは、どんどんこう、皆さん、8時に送ってくる方が増えてきて、それはそれでいいんです。すごく助かりますけども、もう、じゃあ、早く送ったから早く載せてもらえるでしょうっては勘違いしないでください。私はひねくれてますよ。よろしくお願いします。では、こちらからいきます。こちらの作品、フィレンツェですね。水彩ですね。これは何号かなというのがちょっと、水彩が何もわからず80歳から描き始めた。1年間先生の講義で勉強してます。素晴らしいですね。80歳ですか。ねえ、1年間こう頑張って勉強されたということで、いや、これに何か言えというのもなんかすごく難しいんですが、非常にいい作品ですね。フィレンツェの、ドゥオーモを描かれて。右がジョットの鐘楼ということは、ミケランジェロの丘の方じゃない方から見ているという状況ですもんね。これ多分ね。そういったところから見ている。こういうちょっと高いところあったのかと思って、ちょっと僕これ見ながら、どこから見たのかなって、フィレンツェも僕も4、5回行ってますので、どこから見られたのかなと思って。で、80歳から始められてもう立派。何も言うことないぐらいの感じですよ。非常にいい作品なので、この調子で続けていかれてください。いいと思います。茶色という色に少し頑張って頼らないでみてください。ちょっとね、茶色が多いんです。バーントシェンナかな、セピアかな。で、ちょっとこう、暗い色とイコール茶色に近くなっているので、ちょっと例えば青系の色を使ってみようかなとか、それに赤を足してみようかな、紫にしてみようかなとか、っていう風にされるともっともっとこう幅がまず広がってきます。で、まずそこをしっかりされてみてください。で、すごく下書きもこれ時間かかったでしょう。ねえ、よくこう頑張って書かれたので、一番引っかかるのは茶色かなと。まあなんか私なんかだったら一回紫色に下地を塗ってみるっていう影の部分だけ、光の方向とかもすごくわかりやすくていいので、影の部分に少し寒色系を塗ってみて、後からちょっと暖色と呼ばれる赤とか黄色系の色をのせていったりすると、よりこう暖色が強く見えてきますので、そんな感じでやられてみてください。送られてきたものがちょっとこうわからないんで、ドゥオーモっていうところの先端が切れてるんですね。次は可能なら上まで入れてあげた方が構図的にはうまく収まるかなと思いますよ。これはでもなかなかすごく大変な仕事を頑張ってされましたので、非常に、いい作品だと思います。この調子でぜひ頑張ってください。また送ってきてください。焦らずに結構ですよ。ね。はい、次行きます。次、こちらの作品です。こちらの作品。この方はまあまあお若い方ですね。お若いと言ってもまあ、50代だったりすると若いというふうに私の場合になりますね。このチャンネルの場合ですね。キャンバスボードに油絵です。誰が描いても100点満点の孫を描きました。確かに100点満点ですね。可愛らしいお孫さんですね。うちのちびっこは500点なんですけどね。基準値がちょっと違うというかね。2年以上ひ孫に会えていない父に、ひ孫に会えていないということで、そうですか。じゃあ、この方のおじい様に、この方の、息子さんかお嬢さんのお子さんということでいいのかなっていうことですよね。そうですか。ね
うちのちびっ子も、ひいばあちゃんに、会わすことができてですね。でも、この1年ちょっと会えてなかったんですが、実はある事情により、今日これ公開されてるのがもしかして日曜日としたら、最後にちょっと会うことができたんですね。ちょっとそれが、ここで撮ってる、ちょっと理由なんですけども、で、厳しめに鬼好評をお願いしますということで、8号にしては、なんかね、人間がめっちゃミニチュアに見えるんですよ。ピュッと。どう言うたらいいかな。なんかこう、ちょっと人形ぐらいのサイズに見えるんですよ。って感じかもしれませんが、これなんでかというと、原因はすごく簡単で、人間のシルエットが強く見えすぎてるんです。人間のシルエットが強く見えすぎてしまっていることによって、キュッと見えてる。で、こういう時は、やっぱり人間のシルエットが、いろんな角度から外側から暗い色がぶつかって中側が暗くなったり、この場合っていうのは中側が全部暗くなりすぎているんですね。で、外側から暗いのがぶつかったり、中側から明るいのがいっていたりという入り混じったり、溶け合うところがあったりとか、してあげたり、あとは光の方向が右から来てるんで、左側の方に、こっちか、落ちているはずなんですが、ちょっとそれも見えにくい。だからシルエットがガーッと区切られて、ちいこい人間になってる。だいたい20センチぐらいの人間になっているように見えてしまいます。っていうところを少し気をつけられたらまずいいかなと思います。もう一つはなんかこう最後の方に塗った青系か緑系の色があるんですね。これがあんまり綺麗じゃない。どちらかというとはっきり言ってしまうと汚い。で、緑色の色を置くときとか、これ影のところとか、落ちている影なんかとかに置かれているので、そういうところがすごい汚いなと思います。残念です。お孫さんは100点満点なんですけどもね、ちょっと絵の具の塗り方等々が、惜しかったなという気がしますので、次はそういった点もちょっと注意されてやってみてください。同じ2枚が送られたらすみません。大丈夫ですよ。ちゃんと届きましたよ。はい、次の作品です。こちらの作品です。うわー、これはよく書いてますね。これはね、2年前訪れた函館を書きましたと。毎日動画を見てます。ありがとうございます。初めての投稿です。公表していただけると嬉しいです。そうですね。はい、公表しました。100% 公表できるわけじゃないので、それだけちょっとご了承ください。私のミスで、読み忘れてるのもあったこともあったりとか、ちょっとフォルダーが迷惑メールフォルダーの方に行ってしまっていて、見れていなかったということもあったりとか、若干著作権がグレーのものとかは弾いてたりしたりします。あとは、ものすごいもうこの人プロでやってはるやろっていう人に、案外そういう人っていうのはこういう文章書いてこないんですよね。なんかこう、公表よろしくお願いします。作品題名。どっかで見たぞと思ったら、例えば Facebook とかでも5000人ぐらいなんで、今 Facebook もお友達申請されても受けられないので、フォローでお願いいたします。それで、そういう調べてると、やっぱいるんですね。そうすると何々デパートで個展とか書いてあるんですよ。いや、それはそれでいいんですよね。で、例えばある人はなかなか展覧会やっても絵が売れませんとか。じゃあ、なんでかなっていう私なりの分析を返せるんですけど、案外そういうことがあります。この方は絶対違うんですが、ちょっとあんまり言うことないので、長々と雑談をしました。水彩絵の具を購入する迷いがなくなるかもと思い切って応募します。今が色鉛筆で身近なもの、これ色鉛筆なんですか？水彩画を始めてみたいのですが、なかなか取り掛かることができず、今までは色鉛筆で身近なものを描く程度でしたが、思い切って水彩絵の具を購入する迷いがなくなるかもと。今回は押し入れから見つかった30年ほど前の謎の絵の具で描きました。描けるもんですね。すごいね。面白いですね。水彩絵の具、これペンも使われているのかな、ちょっと画材のこと細かく書いてなかったんで、非常にいいと思いますよ。空の描き方なんかもすごく上手に描けていますし、買われてください。ぜひ買われてください。こういう機会にぜひ購入してですね。左の方の木々のところとかっていうのを、僕やったら、このぐらい中途半端に粗い感じで終わらすんやったら、徹底的に粗くします。もっともっとザザザザザとかっこよくします。それによって、ここの、これは修道院ですかっていうのがより書き込みとかが見えてきますので、その強弱みたいなのをつけてあげた方が、
今回の作品に関してはちょっと左の方が中途半端になったので、そういうところまでちょっと注意しながら、ぜひ頑張ってみられてください。失礼します。朝大体撮ってます。今日はどのぐらい来るかわからないですけどね、朝6時50分ぐらいの段階で47通来てたかなと思います。はい、次こちらの作品です。この方も何度か送ってきてくれてますね。文字がちょっと長かったので、10号の油絵だそうです。4年半。前回あれですね、確か、クールベみたいなやつの海の絵描いた人かな、確かね。和歌山の方を描いたということですね。いや、この方、もう送ってこなくていいかなと思いますよ。これですね、なんでかというと、この方、誰々先生に教わってますって書いてあるんですよ。で、ちょっとね、僕そういうの絡んでくると、なんかちょっとめんどくさいことになりそうなので、その先生にしっかり指示されて、昨年から教わってますって書いてあるってことは、ね、私が間に入るのも嫌ですし、なんかこうぐちゃぐちゃするのも嫌なので、無理して送らない方がいいかなと思いますし、その先生に見つかったら私が言うたこととか怒られそうなんで、はい、よろしくお願いします。前回もそうやったんですけど、一番奥の方の水の部分っていうのの描き込みですね。左側の海のところの奥に抜けていくとこと、そこに抜けていく空みたいなのの、描き込みというのがあんまりできていないというか、そこの描くというよりは、そこを理解して、すごい距離がある。で、手前の方っていうのはある程度距離が浅いけども、例えばこれぐらいの画面の中での面積やったら、奥の方はこれぐらいの距離の中にものすごい距離があるわけですよね。もう本当に水平線の近くなると、これぐらいの距離の中にものすごい何キロと距離がある。手前の方やったら、例えば、これぐらいの面積やったら、何百メートルとか。で、そこの奥のところとかの雲とか、水面とかの描き分けっていうのがすごく大事になってきます。で、そういうところをしっかり描ければいいかなと思います。これ右の方に灯台あるんですけどね、僕やったらここのとこもうちょっとうまく見せる構図選ぶかなと思います。どうしても岩の方が強すぎるというか、もちろん岩を見せたかったんでしょうけど、右の方の灯台ももうちょっとアクセントになってくると、画面の中でいい何個かのバランスになってきそうな気がします。はい、無理しなくていいですよ。私なんか間に入って、お前が、おぎそが言ったんやろ、こんないらんこととか怒られるのも嫌なので、私は知ったことじゃありませんので、来た絵をただ公表しているというだけですので。はい、次行きます。次の作品、こちらですね。ありがとうございます。乙女さん、25歳の方ですね。大丈夫ですか？あちらの方たくさんいろいろ出てますが、これは、弟のさんが写真を提供してくれたというボストンミュージアムの前、外国のカップルは年をとってもなんであんなかっこいいのかなと、雨に濡れた歩道と相合い傘のカップルが絵になるなぁと描きましたと。が、女性の服の色が地味だったかなと思っておりますと。傘があって肩組んで、素敵な、なんかいい写真ですね。この方はパステルが中心で描かれていて、前回は、ひび割れの起きた、田んぼが面白かったっていうので書いていて、これはこれですごいいいと思うんですけども、やっぱり弟さんの写真やからか、この方の良さが出たのかどうかはわからないですが、すごく素敵な写真を絵に描いたなという感じかなと思います。面白いんですけど、やっぱなんかね、どうしても人の写真とか使うとその人が、狙っていた部分っていうのが、出てしまうので、それが自分の感性とすごく合致していれば、それはそれでいいと思うんですが、これは合致していたのかもしれませんけどね、奥行きとかの出し方とか、すごく色の使い方とか、すごくセンスがいいなといつも思ってますよ。今ソフトパステルみたいな少し粗い素材でやっているので、可能やったらちょっと細かい描写みたいなのもされてみてもいいかもしれませんし、なんか違う画材にチャレンジできそうならば、してみてもいいのかなというふうに思います。いい作品ですよね。確かにちょっと黒が強すぎたのかな。僕なんか初めパッともう朝方起きてスマホを開きながらちょっと絵を選別していってたんですけど、パッと見た時なんか肩になんか黒い大きい袋を抱えてはんのかなと思ってたら、相合い傘だったんですね。そういうことですか。
色使いとかすごい綺麗です。確かにちょっと色があってもよかったかもしれないですね。洋服、その通りだと思います。どうしてもこれだと傘と服とズボンと靴まで全部同化してしまっているので、なんか黒い塊を抱いているような感じに見えてしまった。わしーっていう感じでございます。はい、また頑張って送ってきてください。こちらの作品です。こちらの作品は、これもちょっと写真がブレちゃったっていう感じですね。2回目だそうです。2回目の投稿、水彩は2年くらいになると。近所の小さな川の土手に毎年見事な枝ぶりで花を咲かせている桜。昨年の春に初めて桜を描いてみました。今年の桜はもう終わりましたが、よろしくお願いします。ということです。ちょっとね、土手、下にあるこれは川ですかね。ちょっとそこが判別ができなくて、いや、なんかダイナミックに描いてはいるんですが、写真もボケていて、絵もちょっと荒いなっていう、勢いがあるという感じではなくて荒いなと。朝から40枚ぐらい見てたので、一応過去のもちょろちょろっと見てたりするんですけど、この方の絵も見たんですが、この絵に関しては相当荒いんちゃうかなと思いますよ。なんかちょっと気になるぞと。何が気になるかっていうと、焦って送ってこんでいいですよってことですよ。焦って送ってね、もう毎週送らなきゃとかっていうふうに思われると、ね、皆さん大変でしょうし、仏好評で何かあげますよ的な企画も、毎週送ってきた人にあげますとは全然思ってませんからね。ちょっと少し、僕も3つ4つ、佐賀テレビさんの YouTube から透明水彩、これが公開されている日も、朝から桜の、馬場の山桜っていうのを、佐賀県の武雄市の上げておきましたので、そういうのもちょっと参考にされながら、ちょっと落ち着いて、荒れてしまうとやっぱり作品がどんどんもう本当に荒れていってしまうっていうか、痩せてしまうっていうところありますので、そこと大胆はちょっと違うんですよ。で、大胆に言っているとは思えない雰囲気があるので、写真の撮り方含めですね、私もこんなところで撮ってるっていうことはどういうことなんやと突っ込まれそうですけどもね、どこなんでしょうね。皆さんから見てどう見えます？ここお風呂場なんですよ。はい、風呂です。風呂から撮っております。焦ってるわけじゃなく撮る時間がないのでもう撮らざるを得ないというだけなんですけどね。ちょっとその辺はちょっと落ち着いてされてみてもいいかなと思いますよ。ちょっとそれぐらいしかコメントができなくて、下の例えば川辺やったら川辺に桜が映ってるとか花びらが落ちてるとか、空はこのぐらいの青空でとか、なんかによって桜がこう見えましたっていう風になってきてほしいなと思います。次行きます。この方は前回もちょっと送ってきてくださって、なんかコメント書いてましたね。ちょうどいいぐらいですね。前回好評に、絵画的に寄せるか、細密的に寄せるかした方がいいということで、細密の方に寄せようとしましたと。赤の発色を良くした方がいいとのことだったので、赤を強めに入れて、葉っぱを少し弱くしました。また、背景は赤が映える色味として白か緑かで悩んだのですが、茎やハットの対比を見せるため白バックにしましたということです。この方おいくつぐらいの方なんですかね。ちょっとその判別がつかないんですが、すごく落ち着いた色ですごい綺麗な作品でいいと思いますよ。どんな感じの略歴というか、どれぐらいの経験か、ちょっとそのあたりがわからないので、ちょっとなかなか少しコメントがしづらいところあるんですが、なんか公募点とかなるとこの手の絵は弱い。要はスケッチになってしまってる。例えば、先ほど自分でも書いてたように、背景とかを参加させるか否かっていうことも、もし何かの公募点とかに出していったときは、やっぱり、野に咲いている花を描きましたみたいになってしまったら、やっぱ公募展とかに出品した時は弱くなります。だからちょっとその辺はやっぱり、考えられて、もういいかなと。で、ちょっと赤色に関しても、1層で終わるとこ、2層で終わるとこ、3層で終わるとこっていう風に、ちょっとしないと、やっぱり全体的にちょっと塗りすぎてる。後ろの方は奥行きを出すためか明るくはなっているんですが、ちょっとその辺がもったいないなっていう感じと、もし可能ならば塗っ
で、その中でにじましたり、ぼかしたりっていうことの作業をされて、一色一色を作られていった方がいいかなというふうに思います。おそらくこれだったら赤い色と緑色両方ともある程度鮮やかにしても、それでは赤が強くなるということは起こり得ると思いますので、ちょっとそのあたりを注意しながら、ぜひ頑張ってみられてください。後ろの方に水色で、なんかね、フレームを可愛らしい、白に白やったよねっていう感じでしょうね。はい、頑張ってくださいね。はい、次の作品です。あと何枚あるかな。もうちょっとあるな。ね、やっぱ後ろにホワイトボードがないとやっぱ何枚あるかとか想像ができないので難しいですね。はい、こちらの作品です。こちらの作品は、これは、20年以上絵を描いていて楽しいのですが、画力が向上しないというか、そもそも上手い下手の判断基準さえわかりません。趣味として20年以上描いていて楽しいのですが、画力が向上しないというか、そもそも上手い下手の判断基準さえわかりません。アドバイスをいただきたく存じますということで。ものすごい難しい質問をされましたね。これだから自分で基準値を持てるか否かなんですよ。例えば、すごく写実的な絵描きさんがいて、レンブラントはすごく上手い。いや、ルーベンスの方が上手い。これ、絶対人は違うんですよ。で、僕なんかが見ると、ルーベンスってすっごいムッチムチのブンリンブリンやなっていう感じがして、で、その系譜を辿っていくと、例えばミケランジェロに辿り着くかもしれない。じゃあ、レンブラントの系譜を辿っていくと、カラバッジョに行って、もしかしてレオナルドに辿り着くかもしれない。その写実系の中だけでも、大きくなくくりの中で、写実の中だけでもそうやって違うわけですよね。例えば近現代に入ってきて、じゃあピカソはめっちゃ上手いのかって、例えばある人が言うとするじゃないですか。いや、ピカソって上手いかっていう風に判断する人は、例えば、キュービズム以降のピカソのことを指しているのかもしれないし、例えば、ね、バラの時代、青の時代あたりの、写実的なに近いような画風の絵を上手いと評価する人もいると思いますし、12歳、13歳の石膏デッサンとかをぜひネットで調べてみてください。はっきりと上手いです。で、だから、すごく難しいんですよ。例えば、ピカソと同じ時代に一緒に、作品を作っていた、モジリアーニっていう人がいますよね。で、モジリアーニっていう人は、じゃあ、上手いのか下手なのかって言ったら、上手い下手ではないですね。間違いなく。でも、いい絵なんですよ。だから、こう、書いてあることは、言わんとすることはわかるんですが、その基準値って結局はその人自身が好きか嫌いかになってきて、その好きか嫌いをまず自分で自己判断できていないと、20年もしこの人がやっていてなかなか上達していないっていうことは、楽しいは楽しいかもしれないですけど、目指していくところというのが見えていないわけなんですよ。だからどこを目指していきたいかを明確にされて、ぜひ描かれていかれてください。モジリアニ風に描きたいんやとかでもいいですし、レンブラント風に描きたいんやでもいいですし、もういつも言うてますけど、じゃあ大分するならば写実風か色彩風かぐらいに大きくまず分けられるだけでも、自分がどこに向かっていきたいかっていうのは方向性決まるかもしれませんので、はっきり言ってしまうとこうね、顔の方を見るとある程度普通に描いてるけど、手だけ見るとちょこんとめっちゃちっちゃい手がちょこんと乗っかってるんですよ。で、これはなんか、オレンジ色のなんか持ってはるんですけど、何やろうなって。で、具体的なものを想起させてしまうような絵柄やったら、若干うまい方に寄せていかないといけないっていうことが起こり得ますよね。わかりますかね。顔はある程度目鼻口があって、していると。そういう風にしっかりした顔なのに、手はめっちゃちっちゃい。そこに落ちているこのオレンジ色は何ぞやっていう話になってきたら、ね、どっちかというと写実的な方に寄っていってるように見る側は見えてしまいます。それがもうキュビズムぐらい振り切ってしまったら別に何が書いてあるかどうかでもそんなの判断基準にならないんで、うまい下手っていうことじゃなく、物の解釈の仕方をどういうふうに物っていうふうになってるんかっていうことを解釈できるようになってくると、また自分がどういうふうなところを目指していくかっていうのが決まってきます。ちょっと難しい話をしました。だから技術的なことうんぬんかんぬんよりこっちの文章の方のアンサーをいたしました。うん。まあ、お年とかわからないのでですね、どれぐらいなのかっていうのがですね、すみません。次の作品に行きます。こちらの作品です。
もう今回はバラバラですね。めちゃくちゃ面白いですね。絵画教室に4年、油絵を始めて2年ほど。これが4作目。油絵の4作目。コロナでなかなか通うことができず、私の動画見てありがとうございました。油絵を始めて1年、初めて一番悩んでいることは思った色が出ないことです。学生の頃習った水彩絵の具とは全く違うことに悪戦苦闘しています。今回は初めてナイフで描くことにも挑戦した。好評よろしくお願いします。不慣れで写真なしで送ってしまったかも。写真届いてましたよ。いや、これすごいいいですよ。どこが色の、うまくいっていないのかわからないですが、おそらく青系やと思います。ウルトラマリンとコバルトブルーみたいな色がちょこちょこっと入っているんですが、それをもうちょっとだけ、混色している部分もあったり、生の色の部分もあったりすれば、ある程度解決する問題かなと思いますので、非常にいいですよ。これ詐欺くんがいるんですかね、詐欺くんがいますね。この方どこの方とも書いてたか書いていないかわかりませんが、非常に絵の具のこれぐらいゴテゴテ載せている作品とか私は個人的には好きですよ。そして写真が死ぬほど綺麗に撮れてます。すごい綺麗に写ってるでしょね、非常に綺麗に写っていますのでいい作品だなと思います。特に青でしょうね、これはね。で、私個人的には一度これぐらい絵の具を塗ってみて、この作品でされるか否かはわからないですが、グレーズとかしてみたら面白くなりますよ。グレーズとかね、してみると、また違った効果とか出てきますので、新しいまた発見につながります。だからこの絵を例えば2週間ぐらい完全に乾燥させないといけないんですが、その間に違う絵を描いて、そこにグレーズをしてみたりとかしてみるだけで違うと思います。色の混色に関しては本当にパレットで一生懸命塗って乗せるっていうことしかもう言えないんですが、今グレーズって言ったのは要はパレットの上だけで乗せたんじゃなくて、その乗せた絵の具に透明の絵の具がかかったり、半透明の絵の具スカンブルとかをかけたりとかっていうことによって深みとか自分の目指す色の方に向かうことってあるんですね。で、私なんか案外そうしてます。もうそこで、ちょっと青すぎたなとか、中すぎたなと思っても、その後の構造を作ることによって自分が思っているような色に持っていくということをしていますので、あんまりそこは悩まれなくていいかなと思いますので、ちょっと次のステップへ、進まれてみてもいいかもしれませんね。はい、頑張ってください。これ最後ですね。じゃあ最後の作品です。こちらです。ちょっとこれ額縁とか私の方で時間今日珍しくありましたので補正とかちょっとしておきました。斜めに映っていましたんでね。基本的にはいたしませんのでね、皆さんで頑張ってやってください。そこまでが一応課題でございますので、油絵を始めて2年と、私の周りは写実的な絵ばかりです。私のような絵でもいいのか不安です。今後どのような描き方をすれば良いのか方向性をつかみたいと結構皆さん切実ですね。いいじゃないですか。写実的な中で色彩の絵かなんかものすごい色彩をこの方向で全然いいですよ。本当山ほどモネの絵見てください。山ほど印象派の絵見てください。失礼見てください。で結構なんですよ。で本当に自分が綺麗やなと最終的に書き込みがあってそれのものに迫っていったというリアリズムももちろんあればいいと思いますし、いやいや私はその見た風景を画面の中でもう一回画面の中で再構築し直して、その見たものよりも美しく描ける私は能力を持っているんだという風に持っていけばいいんです。っていうことはこの方の絵を見るとものすごい綺麗ですよ。これ何箇所かいい場所あるんですよね。例えばこれ水彩なのかな、油絵ですね。下の方の水辺に映ってるとこなんかはそこだけでも実はすごい色綺麗なんですよ。で逆に上の方は上の方でものすごい綺麗なんですよ。これの問題って構図だと僕思ってて、この後ろの方にこんもり山あるんですよ。これこんもり山もあるし、ね、神社の鳥居もあって、なんか紅葉っぽい新緑もあれば桜もあって、水辺もあって、上の方ズバーンとこれ切ってあげていいはずなんですよ。僕やったらこの辺で切ってしまいます。ズバーンと珍しく加工しておきましょうか。加工しときましょうかって動画で言うて、この編集が2日後ぐらいになったりすると、もう忘れてるんで、加工するの忘れることが多いんですけども、ちょっと例えばズバンと切ったものをおじさん消えますねって消えました。どうですかねえ。
まあ私やったらこれぐらいするかなっていうふうに思います。で、出てきました。っていうところを、やっぱり一番じゃあこの黄色とか色色彩を見せたいぞということのために引き算と足し算というのを繰り返してみると、すごく良くなってきます。ぜひその現代の印象派と呼ばれるような作品を描かれてみてはいかがでしょうか。29分53秒、54秒、55秒となりました。第61回は以上です。では。チャンネル登録よろしくね。SNS もやってるよ。